こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今日は私の夏服11着をご紹介します。今回はこの夏に新しく買った服、手持ちの全11着のアイテム紹介、洋服を減らせたきっかけの順でお届けします。コーディネートは次回の動画で紹介しますので、よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。このチャンネルでは無駄なものを減らし、好きなものに囲まれたシンプルライフを発信しています。心地よく暮らしたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。まずは新しく購入したアイテムを紹介します。購入したアイテムは4点です。1点目は柄が気に入ったトゥモローランドのスカート。木更津アウトレットで1万5000円ぐらいでした。着てみるとこんな感じです。夏っぽくって可愛いですよね。洋服を減らしてから白黒ばかりになり、これを着て出かけたいと思えるような服がなく、探していた時に出会いました。今までは着回しを重視していて、持っているどのトップスにも合うようなボトム選びを意識していましたが、この1着は他の服と組み合わせにくくてもまあいいやと思えたアイテムです。2点目は何度もリピートしているユニクロ U の T シャツです。少しゆったり着たくてサイズは M です。夏は洗濯頻度が高いので、気兼ねなく洗濯できる価格なのがありがたいです。毎年購入しています。いつもシーズン中にヨレヨレになって買い替えているので、今年は買い替えずに済んだらいいなと思っております。3点目は出会っちゃいました。これぞ運命の1着、バーニーズニューヨークのトップスです。ディテールが凝ってる服が好きで、マネキンが着ているのを見て一目惚れしました。着てみるとこんな感じです。袖が可愛いですよね。結構しっかりした生地で、夏というよりは春や秋服ですが、夏の室内寒かったりするので着ちゃおうと思います。袖が腕のところで止まるのも仕事や家事がしやすくてポイント高いです。最後の4点目がトゥモローランドのリブ T シャツです。一見何の変哲もない T シャツですが、腕の部分が開いています。良い肌見せ。こういうデザイン性のあるものが地味になりすぎなくて好きです。何よりも生地が柔らかく、全くごわつきがなく着心地が良くて気に入っています。 T シャツというよりもリブニットという感じかな。これも屋外では暑いと思いますが、屋内は寒いので OK です。後ろは至って普通です。このニットは毎年定番で出ているそうで、他には白もありました。以上がこの夏購入したお洋服4点でした。私は今年間12着チャレンジをしていて、春に3着、この夏4着購入したので合計7着になりました。秋冬もこのペースだったら達成できそうです。実はですね、もう1着買ったんですけども、リアル店舗がなく通販で購入したところ、似合わなすぎてメルカリに出して、これはなかったことにしました。試着できない服は買わないを洋服購入時のルールにしているのですが、それを破って買ったらやっぱり失敗しました。猛省しています。続いて夏服全11着のアイテム紹介です。まずはボトムから紹介します。全部で4点あります。ボトムを選ぶ基準は、面積が大きいボトムからコーディネートを考えると失敗しにくいと聞いて取り入れています。骨格ウェーブで横脚気味なので、なるべく下半身が綺麗に見えるシルエットを選ぶようにしています。オフィスでも休日でも兼用できるものを選んでいます。1点目はラトータリテのレースタイトスカートです。コンサバにもカジュアルにも履けて万能なスカートです。しかも洗濯可能なのがありがたい。ラメが入っているので夏でも重く見えず、下地は薄い紫のサテンっぽい生地なのも細かいところまでちゃんとしていて気に入っています。シルエットはタイトめですが、足さばきがいいのも履きやすくて重宝しています。2点目はノーブルのステップヘムパンツ。これはお気に入りで、秋冬バージョンと春夏バージョンの2着を持っています。私のコンプレックスの横脚が目立たず、裾がステップになっているのがおしゃれで好きです。昨年白とラベンダーが出ていて欲しかったのですが、今年は出ておらず購入できませんでした。残念。3点目はユニクロのジーンズです。顔タイプエレガントはジーンズが似合わないと言われているのですが、こちらは濃いめカラーなのでかろうじていけている気がします。こちらも横脚が目立たないのが気に入っていますが、横側が白くなってきているので、そろそろお別れかなとかれこれ1年ぐらい思っています。最後は先ほど紹介したトゥモローランドのスカートです。以上ボトム4点でした。次はトップスです。全部で6点あります。
トップス選びのポイントは、少ない服で回すために特に夏は自宅で洗濯が可能なこと、シンプルだけど1枚で決まるものや重ね着しやすいものなど使いやすさを意識して選びました。6着のうち3着が先ほど紹介したものなので、ここでは残り3着を紹介します。この春購入したカリテのブルゾンです。私は今41歳なのですが、40代以上で薄手カーディガンを羽織るとオバ見えするので、代わりにエアコン対策の羽織を探して購入しました。シルエットが丸っこくて可愛いです。また紐が少なめなのでカジュアルすぎないのも購入の決め手でした。インナーに着ているのが GU のニットです。肉感を拾わず下着のラインも出ないのでインナーとして優秀です。何回かリピート買いしています。インナーは他にユニクロのタンクトップも持っています。最近アニアとのコラボタンクが発売になり、あっちの方が良かったと思ったのですが、もう諦めました。ちなみにインナーは12着チャレンジにカウントしていません。5点目がユニクロの UV カットクルーネックカーディガンです。これぞオバ見えするカーディガンなのですが、このホワイトのワンピとピンクのカーディガンの組み合わせが好きで手放せずにおります。5点目がアニアンスのスタンダードシャツです。これはいまいち似合ってない気がして手放そうか長年悩んでいるのですが、このパンツには合ってるかもしれないですね。お尻が隠れる丈がありがたいです。夏の満員電車で人の肌に触れるのが苦手なので長袖を着るようにしていて、生地が厚すぎないのでこれちょうどいいんですよね。ファッション的にはね、このルックは微妙なんですけども。最後はワンピースです。全部で2着です。気兼ねなく洗濯できるユニクロで2着色違いしました。シワがつきにくい素材で薄いので旅行用にもグッドです。1点目がユニクロのウルトラストレッチエアリズムワンピース。白とピンクの組み合わせが可愛いですよね。フレアシルエットが骨格ウェーブ向きな気がします。今年は丈長めが SNS でバズっていますが、私の身長だとこれより長いと似合わない気がしますね。今更ですが、私の身長は160センチで体重が46キロぐらいの骨格ウェーブで、年齢は41歳です。年齢相応のファッションを目指していますが、やや若作り気味な気がしますね。どうしたらいいんだろうか。2点目もユニクロのウルトラストレッチエアリズムワンピースです。ブラックはまた雰囲気違いますよね。以上が私の夏服11点でした。着回しは次回の動画で紹介します。そちらもよろしくお願いします。最後に洋服を減らせたきっかけをお話しします。現在はオールシーズン35着前後で過ごしています。ここまで服を減らせたのは実はごく最近のことです。以前はシーズン中で150着ぐらい持っていました。断捨離は定期的にしていたのですが、100着まで減らすのがやっとっていう感じでしたね。最近本の片付けを進めていて、昔読んだこちらのクローゼットがはち切れそうなのに着る服がないを再読して、私もこんな感じだったなってことを思い出しました。一部文章を紹介させてもらうと、クローゼットはいっぱいなのに着たい服がないとか、服を買うのが趣味で何か買いたくてたまらないといったことが書いてありました。で、なんでこんなに洋服を減らせたのかなってことを振り返ったのですが、きっかけは2つあって、1つ目が洋服購入数、金額を見える化したことです。年間12着チャレンジを始めるにあたって現状把握するために直近1年の楽天や ZOZO、ユニクロなどの購入履歴をもとに1年分の購入数と金額を算出しました。そうしたら思った以上に買っていてびっくりしました。しかもこの楽天 ZOZO、ユニクロ以外にも買ってるので終えてない部分があるにもかかわらず、この購入数とこの金額なんだっていうことに非常に愕然としましたね。また私が購入していた服は心から欲しかった服というよりも、安いから SNS で流行ってるからといったちょっとだけ欲しかった服が多いことに気づきました。洋服を減らせたきっかけの2つ目が本当に着たい服を考えたことです。洋服購入数と金額を算出したことがきっかけで、私が本当に着たい服は何だろうと考えるようになりました。私は全身プチプラだとちょっと満たされなくて、量を減らしてもいいから質がいい服といいますか、百貨店やファッションビルに入っているようなブランドの服を着たいということに気づきました。その理由は高校生までアルバイトができなくてお小遣いも大してもらえず、ダサい服を着さされていたというのがコンプレックスで、周りはね、マルキューブランドの服を着ていたりハイブランドの小物を持っていて、そこへの憧れがすごくありました。
自分でお金を稼げるようになってからは百貨店やファッションビルに入っているブランドを買いまくっていましたが、30代で転職して給料が下がったので洋服の価格帯を落とすことにしました。でもダサい自分には戻りたくないので、とにかく量でおしゃれっぽく見せたいと思って本当に欲しいわけではない服を大量に買うようになっていました。そこで改めて本当は何が着たいのかを見つめ直した時に、やっぱり私は中高校生の時に憧れていたファッションブランドや百貨店に入っているようなブランドの服を着たいというのが分かりました。幼少期のコンプレックスって根強いですよね。でこちらの本にも、100日買わないチャレンジをしたら自分に必要な服が見えたと書いてあって、実際私も買うのを一度やめて考える時間を設けたのが洋服を減らせた要因なのかなと思います。洋服たくさん持っているのに着たい服がない方は一度買うのをやめて理想を考えてみるといいかもしれません。また私以前先行捨てチャレンジを行った時に捨てたものを全て手帳に書いてなぜいらなくなったかも記録していました。そうしたら同じ色とか同じような失敗、例えば通販でイメージが違ったとかでいらなくなっているものが多くて、繰り返し失敗しないように買わない服リストも作りました。それも役立っています。ただ捨てるのってやっぱりもったいないので、記録して繰り返さないためにはどうしたらいいのか対策、例えばもう通販で買わないとかを書いておくともったいなさがちょっと軽減されるんじゃないかなと思います。あと昔はダサい自分から脱却するのに必死すぎて気づけなかったんですけども、おしゃれになった先に何があるかを考えてなかったですね。私は自分のブランドを持ちたいとかファッション系のお仕事に就きたいとか特にないので、そんなにおしゃれを追い求めなくてもいいんじゃないかと、ほどほどでいいんじゃないかと思えたのも洋服欲を抑えられた要因の一つです。以上が私の夏服と洋服の向き合い方でした。少しでも参考になったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけると嬉しいです。動画更新のお知らせは X やインスタで投稿しております。そちらもフォローしていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。